皆さんこんにちは、やすとです。今回は大陸版バージョン 4.3 で実装された新キャラクター水着マリアンの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。水着マリアンは祝福属性のサポーター、クリティカルを中心にバランスよく味方を強化できるスキル構成、そしてさらにアイテムを使って味方を強化するという面白い性能をしています。それでは早速各スキルの性能を見ていきましょう。スキル1は敵全体に祝福属性のダメージ、そして3ターンの間敵に砂糖漬けという状態を付与します。砂糖漬け状態の敵を攻撃するとき味方の攻撃力がアップ。このスキルのダメージと攻撃力アップ量はマリアンの最大 HP に依存します。味方の攻撃力をバフしながらダメージを与える使いやすいスキルです。スキルには3ターンの間味方全体の余ダメージをアップ。こちらの余ダメージアップ量もマリアンの最大 HP に依存します。そしてさらに味方に祝印を1層付与しデバフを1つ除去します。味方へのバフに加えデバフ除去もついているありがたいスキルですね。そしてスキル3は味方単体のクリティカル率、そしてクリティカルダメージを3ターンの間アップ。そして夢の花というポイントを獲得します。夢の花はこちらを消費することによってターン消費なしで水着マリアンがアイテムを使えるようになります。夢の花所持中はマリアンのスキル選択画面で特殊なアイコンが表示され、こちらを選択することによってアイテムを使うことができます。マリアンは通常のアイテムに加えて特殊なバフアイテムを使うことができます。バフの効果は上から攻撃力 30% アップ、防御力 45% アップ、余ダメージ 25% アップ、持続の最終ダメージが 10% アップ、追加攻撃の最終ダメージが 10% アップ、テクニカルの効果が600アップ、ハイライトテールギアの最終ダメージが 10% アップ、ワンモア総攻撃の最終ダメージが 10% アップになっています。それぞれのバフはマリアンが使うことによって2ターン継続します。サポートするキャラクターによってアイテムを使い分けてあげましょう。特に最終ダメと書いてあるものは通常のダメージアップとは別枠で計算されるため効果が高いです。ちなみにこちらのバフ系アイテムは新たに追加された宮下みなみのシナジーを解放することによって雑司ヶ谷の薬局で購入することができます。そしてさらにスキル3の効果でアイテムを使った際追加で1ターンの間クリティカルダメージをアップします。単体でのクリティカルアップ性能に加えアイテムによるバフも与えることができる非常に優秀なスキルになってますね。そしてマリアンのハイライトは2ターンの間味方1体の余ダメージとクリティカルダメージをアップします。そしてさらに次に使うアイテムの効果量がアップ。アイテムを含めて味方単体に大きなバフを与えることができますね。マリアンのスキルの使い方ですが各バフが3ターン継続になっているためマリアンは全てのスキルを使っていきます。バフ量の観点からスキル3、スキル2、スキル1の順番で使っていくと良いでしょう。そして味方が強力な攻撃を使う直前にアイテムを使って味方に合わせたバフを与えてあげるのが良いと思います。マリアンのスキル効果一覧がこちらになっています。マリアンのスキルは基本的にはマリアンの最大 HP に依存しますがクリティカルダメージアップについてはマリアンのクリティカルダメージに依存します。そのためマリアンは最大 HP とクリティカルダメージ2つのステータスを上げる必要があります。そして追加でマリアンは味方にスキルを使う時にその味方に祝印を1層付与、そして余ダメージが祝印1層につき 6% アップします。マリアンだけで基本的には祝印を2層から3層は維持できるので 12% から 18% 程度の余ダメージアップを与えることができます。そしてさらに水着マリアンがいるだけで味方の攻撃力が 12% アップ、そしてバフ系のアイテムが1層あることに 15% 攻撃力がアップします。緩い条件で味方に大量のバフを与えることができるのがマリアンの大きな特徴です。非常に汎用性の高いサポーターになっています。マリアンの武器効果一覧はこちらになっています。マリアンの星5武器はアイテムの効果をアップ、そしてアイテムを使った時にメインターゲットのクリティカルダメージをアップし、そして味方にスキルを使った時メインターゲットの攻撃力をアップします。味方に大量のバフを付与することができ特にアイテムの効果を上げてくれる効果が強力です。星4武器はマリアン自身の HP 最大値とクリティカルダメージを上げてくれるだけなのでサポーターとしてはほぼ効果がない星4武器になっています。星5武器と星4武器の差が特に大きいキャラクターですね。ちなみに通常マリアンの武器と水着マリアンの武器は別カテゴリー扱いなので通常マリアンの武器を装備することはできません。マリアンのおすすめ刑事カードセットがこちら。マリアンは最大 HP を上げてくれるサポーター向けのセット、和解と創造のセットが強力です。和解の効果でステータスを上げながら創造のセット効果で速度が最も低い味方の余ダメージをアップしてくれます。マリアンはバフの量が HP 最大値とクリティカルダメージに依存しているため月を HP 最大値、星をクリティカルダメージ、タツを HP 最大値で振ってあげましょう。 HP 最大値の目安は12000程度、クリティカルダメージの目安は220% 程度になっています。
この2つ以外のステータスは重要ではありませんが、一応スキル1のダメージを期待してクリティカル率に振ってあげるのが良いと思います。マリアンの凸効果一覧がこちら。サポート性能を上げてくれる凸効果が揃っています。1凸効果はスキル3使用時、夢の花を追加で1層獲得できるため、ターン消費なしでアイテムを2個使えるようになります。さらにアイテムの効果量が 20% アップ。マリアンが基本的に使うバフ系アイテムは1つ使うと前のバフ系アイテムの効果が消えるようになっているので、バフの二重掛けはできませんが、バフの効果ターンが2ターンなので常にバフを維持したり、もう1枠で味方を回復したりと柔軟な戦い方ができるようになります。2凸効果はスキル1を使った時、敵の防御力を 25% ダウンし、さらに敵が受けるクリティカルダメージを 30% アップ。デバフの効果量が高く非常に強力な凸効果ですね。4凸効果ではハイライトのバフが3ターンに延長され、さらに次に使うアイテムの効果が追加で 5% アップ。そして6凸効果は水着マリアンがアイテムを使ってもアイテムが消費されなくなり、さらにバフ系アイテムの効果ターンが1ターン延長。そして思い出の処方箋でアイテムを使った場合にメインターゲットの最終ダメージを1ターンの間 15% アップする強力な効果がついてきます。星5武器か1凸かですが、マリアンは星4武器と星5武器の差が非常に大きいキャラクターなので、星5武器を優先して確保してあげましょう。マリアンのおすすめパーティー編成について、マリアンは緩い条件で大量のバフを味方に与えることができるため、クリティカルが重要な全パーティーのサポーターとして活躍することができます。特にアイテムの別枠バフが刺さる特殊なアタッカーと相性が良く、持続ダメージで敵を攻撃するベリー、そしてハイライトで敵を攻撃するバイオレットとは特に相性がいいです。さすがに火炎パーティーにとってのハウラー、まといなど専用レベルのサポーターがいるパーティーでは水着マリアンの優先度は落ちますが、相性のいいサポーターを持ってないパーティーではとりあえず水着マリアンを編成しておけば高い水準でサポートをしてくれる非常に優秀なキャラクターになっています。それではマリアンの強み弱みを見ていきましょう。マリアンの強みはその高い汎用性です。多くのアタッカーに欠かせないクリティカルを中心に大量のバフを味方に与えることができます。そして特に特殊な攻撃方法を持つアタッカーと相性が良いです。持続ダメージやハイライト、追加攻撃などを持ったキャラクターにとっては非常に優秀なサポーターになっています。そしてマリアンはバフ系以外にもアイテムを使えるので、緊急時には回復やデバフ解除など柔軟に立ち回れるのも魅力ですね。焚き火内エールなどを使ってサポーター兼ヒーラーとしても運用できます。サポート能力に関しては文句なしのマリアンですが、弱みを挙げるとすればまずアイテムを消費する点。アイテムはゲーム内の現金で購入する必要があるため、マリアンを使うたびに現金の消費がかさんでいきます。各バフアイテムは200円になっているため、そんなに手痛い出費ではありませんが、塵も積もれば山になっていきます。そして強力なヒーラーであるマリアンと同時編成できない点ですね。水着マリアンにもデバフ解除性能があるため、同時編成が必要な場面は少ないとは思いますが、どちらも強力なキャラクターなので少し残念なポイントにはなっています。ただ軽いデメリットを補ってあまりある非常に強力なキャラクターなので、入手できると大活躍してくれると思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。水着マリアンは非常に高い汎用性と能力を持った新時代のサポーターといってふさわしい性能をしています。これからのサポーターは水着マリアンを基準に性能が作られていくと思うので、より尖った性能を持ったキャラクターが多くなりそうですね。とりあえず水着マリアンを入手してあげれば本当に全パーティーで活躍できるので、サポーターが足りていないという方はぜひ引いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。